朝、目を覚ました順次に、ファンダメンタヌオーベまで日の出を見に行くけど、行くと聞くと、行くと飛び起きたので、一緒にお散歩に出ました。さあ、朝のコーヒーを飲みに広場に戻りましょう。まだ開いたばかりのカフェから普段着のベネツィアを眺め、ぼーっとした後、再びお散歩に戻ります。ファンダメンタヌオーベに戻ってきました。ここからバポレットに乗って伝統工芸ベネツィアングラスの島ムラーノ島へ渡ります。係の人が船をもやうのを待って下船する人の後にゆっくりと乗船します。出発後、最初の停留所はサンミケーレ島のチミテーロ駅です。
サン・ミケーレ島は私の学生時代からの憧れなのですが、ご遺族にとっての祈りの場所なので訪問するのはなんとなく気が進まず、前回も今回も外から眺めて満足してます。ムラーノ島が見えてきました。ファンダメンタヌオーベから8分ぐらいでしょうか。まだ早い時間なので開いていないお店も多いのですが、ムラーノ島散歩に出発です。と思いきや、いきなり朝10時からお酒飲んでます。急にお腹が空いてしまって、わがままを言ってカフェに寄ってもらいました。ありがとう。ここのガラス細工はとても繊細で素敵でした。お近くにお寄りの際は店内もぜひ覗いてみてください。こちらは王道のベネツィアングラスのお店。シャンデリアが人気なのか、たくさん飾られていました。まあこういうのもいいんですけどね。でも残念ながら幼稚な私が反応したのはこちらでした。グローグーがゴンドラに乗ってライトセーバーで戦ってます。かわいい。お店がお休みだったのでそのままお別れしました。途中美味しそうなレストランを発見したのですが、なんとすでに予約で満席。結局空いていた他のレストランでランチを済ませました。島内は広いのでバポレットで行き来もできます。私たちは乗り放題の券を買っていたので気軽にバポレットを利用できて大変便利でした。途中、学生たちが呼び込みをしている作品展に出くわしました。もう使われていないガラス工場を使ってガラスの作品を展示していました。大胆で自由な作品が多く、私も美大出身なだけに学生たちを応援しながら楽しませていただきました。
少し休憩した後はバポレットに乗ってもう一つの伝統工芸ベネツィアンレースの島ブラーノ島へ向かいます。初めてのブラーノ島の印象は、行けども島全体がショールームのようで、行き当たりばったりに行った私は少し疲れてしまいました。とはいえ、とても素敵なこだわりのお店では素晴らしい作品を見ることができましたし、今回は気になっていた教会にも行けなかったので、またいつか本当に行きたい場所を絞ってリベンジしてみたいと思います。屋根がすごい。本当だ、抜けちゃってる。再生プロジェクトなどが盛んな一方で、ベネツィアの干潟に浮かぶ島々には、こうした廃墟が多く点在し、すでに放棄された島が多いのも事実です。かつて人々が暮らし、農業や漁業を営んでいた場所は、時代の変化とともに本島や陸側へ人が移り住み、過疎化が進んでいきました。水上生活の不便さに加え、頻繁に起きる高潮や塩害で畑や住宅を維持することが難しくなったことが主な理由だそうです。あ、明日来ようと思っていたマッツォルボ島の駅が見えてきました。ここはブラーノ島と橋でつながっているそうなので、この駅で降りて歩いてみることにしました。またポツネン卵がいる。あ、ポツネン卵じゃん。ポツネン卵が2個いる。
マッツォルボ島とプラーノ島にかかるロンゴ橋を渡ります。ベニッサの庭でゆっくりしすぎたらしく、この時すでに午後4時過ぎ。プラーノ島はほとんどのお店や施設が5時に閉まるので、少し急いで向かいました。プラーノ島は伝統工芸であるベネツィアンレースとカラフルに塗り分けられた漁師の家々が人気の島です。ですが家々は美しく飾られてはいるものの、住人たちの気配は押し殺され、一方で観光客は人家の戸口でポーズをとり、安価な輸入物のレースを買って満足して去っていく姿に、私は何かボタンを掛け違えたような歯がゆさを感じました。あるいはもしかすると私の中で菅敦子さんのベネツィアの宿にあったように、黒い服を着た小柄な女性たちが家の戸口でトンボラと呼ばれるレース編みに精を出し、そのそばで子供たちが遊んでいるといったイメージがあまりに強く定着していたのかもしれません。もちろん時代の変化と過疎化も問題の根底にあるのだとは思いますが、観光客側の私も席を追っているような、そんな落ち着かない気持ちになりました。夕方5時、すべての家は鎧戸を閉め、まるで仕事帰りのように観光客たちも一斉に船着き場に向かいます。
Brescia, last stop. Le altre destinazioni al di là. 夜7時45分。雨が降り出していました。途中で食材の買い出しをして宿に戻ります。さて、ファンダメンタヌオーベから見た日の出に始まり、ベネツィアの北の干潟に浮かぶ島々を巡るお散歩旅、いかがでしたでしょうか。伝統工芸の島々を巡るつもりが、気がついたら一つの庭にすっかり心を奪われ、そのままほうけて帰ってきたように思います。次回はオステリア・コンテンポラネアでランチをとり、旅の真の目的地であるトルチェッロ島に渡って、私がずっと見たかった干潟の姿に出会います。それではまた次の動画でお会いしましょう。